皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってきました。シンボリさん、はい。ながらフライクとはあんなことやこんなことを忖度なしにお届けするラジオ感覚のバラエティ番組でございます。はい、バラエティではないです。ラジオ感覚ということで、もちろん動画としてしっかり見れるんですけど、耳だけお貸しいただけると僕たちが楽しくお届けしますということで、今日はですね、このテーマをお届けしていきたいと思っております。今日のテーマはこちら。入社後の研修メニュー紹介、ビジネスモデル編。今日の動画を撮ってるのが4月上旬ということでね、研修をね、たくさんやりました。15個ぐらいやったんですけど、やっぱね、研修メニューはね、知った状態でね、フライクに入ってくれると嬉しいっていうことで、ね、もしフライクに入りたいなっていう人とか、研修メニューってどうなってるみたいな人たちに届けていきたいなと思ってるので、研修メニューを見ながら僕たちがわちゃわちゃ語っていくような内容になっております。今日はシステム導入成功率 100% を目指すフライクサービスラインナップとビジネスモデルということで、こちらの内容を用いて僕とシンボリがわちゃわちゃと話をしていきたいと思います。まず質問です。システムに関する社会課題、社会的な問題があるっていうことをご存知ですか？知らないです。何があると思いますか？システムに関してですよね。使えない、システムに関するじゃないかも。社会課題なんで。社会課題、人がいない。それ正解。あとなんだろうな、壁みたいな。2025年の壁？見たなこいつ。2025年の崖と人材採用難とシステム導入成功率の低さっていうこの3つがあるんですね。この3つを中途で入ってくる人たちもあんま知らないんですね。なので詳しく説明をしているんだけど、2025年の崖ということで、もし、動画を見てる方っていうのはこの資料を見てほしいんですけど、簡単にお伝えすると、日本の多くの企業が今 IT システムの老朽化っていうところに当たってまして、1990年代に導入された古い IT システムの更新の限界を迎えますよっていうのが今年ですよ。そうですね。確かにね、大企業さんからうち結構問い合わせもらってるのはそういった理由もあるかもしれないですね。30年以上前に設計開発されたものがもう無理と、勘弁してくれっていうのがまず一つ目の社会問題ですね。次が人材採用難。これはもうその通りですよね。で、いろんな企業さんが人がいないって言ってるけど、本当人が採用できない時代になっちゃったなっていうところで、最後がシステム導入成功率が 52.8% っていうことで、予定通りにプロジェクトが完了しないとか、予算を超過してしまうとか、導入したものの期待していた機能がないとか、ちょっと失敗しちゃった、性能が足りないみたいなところがありますと。なのでこういうふうな社会課題に真っ向から変えていこうみたいなのがフライクなんですよね。ただフライクって今後のビジネス展開的に上場したいとか大企業になりたいとか1000人2000人何万人とか何百万人みたいな組織体制にしようと思ってないから、自分たち一人でできることできないんですね。なので僕たちは3つのやり方を考えていますっていうのが研修の中で伝えてるんだけど、シンボリさん、この3つどれが興味ありますか？まず1つ目がフライクが直接的にシステム導入成功率を 100% にする。2つ目が間接的に実施していく。そして3つ目が組織変革をしていく。どこに興味があります？ 2 つ目って言ってください。2つ目に興味があります。2つ目にしか興味がないです。2つ目なんだけど、間接的にってどうやってやってると思いますか？なんだろうな、YouTube とか、なんか情報拾ってもらって、それを自分たちでやっていくみたいなところは間接的かなって思います。その通りです。あと僕今執筆をやりたいなと思ってて、X、僕の X のアカウントこっちなんですけど、ぜひフォローしていただきたいんですけど、見られん。1日ね3件頑張ってツイートしてんだけど、見られん。しゃあないなと。なので
このアカウントを1万人になったタイミングでちゃんと執筆をしていきたいなと思ってて、これまでの僕の経験とかフライクの経験っていうのをシステム導入が失敗したこういう風に成功したっていうのをしっかり知ってもらって、別にフライクが直接お客さんからお金をいただくっていうわけじゃなくて、僕らの考え方に共感をしてくれているような IT システム会社とか他のシステムベンダーさんが同じやり方をやってほしいってすごくあって、そういった観点で間接的にシステム導入成功率を 100% にしたいなっていうのがこの2つ目の内容なんですね。でもう一つやりたいことがあるんですけど、プログラミング教室やりたいんですよ。おっしゃってますね。ちょこちょこと話をしてるんだけど、やっぱね、リツキはコード書けるじゃないですか。僕もなんちゃってコード書けてた時代があったんですよ。C 言語ね。4分でぐるぐる回すみたいなことやってたんだけど、やっぱコード見るとさ、大企業だから綺麗っていうわけじゃないじゃん。そうですね。ね、エピソードありますよね。あなたが嫌いだったフライクの環境を見て発狂したあの事件が。どの件がもう分からなすぎても多すぎて。ほら、請求画面だ。見積もり請求画面。とあるベンダーさんが書いてくれたんですよね。それコーディング。そしてシンボリが入社して半年後ぐらい経った後にソースコードを見ていったら、汚いって発狂して炎上ですよね。生き横プンプン丸でしたよ。生き横プンプン丸でした。そんな感じでした。プンプンって感じでしたよ。プンプンっつって。可愛いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしく。絶対リラス率めっちゃ上がってんじゃん今。っていうね、のがあって、ぶっちゃけ言ってさ、大企業の人たちにさ、いやお前らコード書くの汚いんだよとか言ってもさ、もう意味ないんだよね。動きゃいいと思ってる人たちも中にはいるから、でもね、そんな世の中にしたくないと。じゃあどうやったら近い将来っていうか、ちょっと遠い将来かもしれないけど、どうやったら綺麗なコードを書く人たちとか SDGs じゃないけどさ、持続可能なコーディングみたいな美しいコーディングをどうやって書いてもらうかなと思ったら、教育事業だと。そうですね。なるほど。もう高校生大学生から学校の授業を受けてコーディング書くのは僕はつまんなかったんですよ。ね、サイコロの目が出る確率をコードを使って書くのは、いやはぁみたいなね、九九の表書けみたいなのあったじゃん。もうはだよ。わかんないし意味がないし、技術的にも使えないからさ、だったらもうビジネスで使えるコードを綺麗なコードで書きたいっていうのがあって、近い将来プログラミング教室をしたいなって思ってるんですけど、どうですか？したいですね。なんで？私教えるの好きなのでね、好きです。絶対さ、僕の方がなんか優しそうじゃん。何をおっしゃる。絵面的に優しそうじゃん。いやそんなわけない。反り上げて。僕ね、美容師さんに切ってもらってるんですよ。当たり前か。一般的だよね。普通さ、髪の毛切ってくれた後って今日ってお出かけですかとか聞かれるじゃん。ずっと切ってるから明日撮影ですかって聞かれるんですよ。そうですってどんな感じにしますって聞かれるんですけど、大体ここはね1ミリでやるんだけど、聞かれない、自然に1ミリで言ってる、でその後ここはこうしたいとかああしたいとかっていうのでいつも美容師さん。いいですね、持続可能な美容師さん潰れたら困るんだけどさ、楽ですね。でプログラミング教室としてさ、大学生とか高専の人とかさ、高校生はね、なかなか情報系のところでコードまで書くっていうのないかもしれないけど、そういう人たちに教えたいなっていう意味合いで、その人たちが社会人になって自分たちがお客さんにプロジェクトマネジメントしていくっていうのが30歳前後だから、10年越しの投資かもしれないけど、そういう方が一人でも増えたらなっていうことで、2番目のフライクが間接的にシステム導入成功率を 100% にするっていうことをやろうかなって思ってます。いいですね。次に1つ目のところなんだけど、これね、フライクのビジネスモデル研修だから、フライクのことを知ってる人たちとか興味がある人たちがフライクに入社をしてくれてるんだけど、やっぱね、想像がついてないことが多すぎる。で、例え話をよくしてるんですけど、家づくりに例えてるんですよね。業務設計とかシステム設計を。その話してもらっていいですか？私例えたことないので。なんで例えるところどうやって分かってもらうの？システムで話してますね。でも私がカジュアル面談とかするのってもうエンジニアの方が多いので分かっちゃうのかな。そっちのキャラなんですね。はい、優しいんで私が一番講師として。本当だよね、優しいよね、親切だよね。優しさの塊、頑張ったり。藤原の義経知らんけど義経で徳川じゃない。そうっすね。時代が違うくない？
もう時代とか言われたら分かんないです。誰がどの方なのか。家づくりで例えてるんですって話で、まあ家づくりで例えば家作りたいです、僕5人家族なんです、犬もいますとかって言っちゃうとさ、じゃあ 4LDK のワンちゃんの部屋があってみたいなこと言うけど、それ今じゃん、将来そうじゃないじゃん。子供3人独立していったら、嫁さんと2人になって 4LDK の一軒家で2階建てです、超広すぎじゃんみたいな。でリノベーションするのも全部やり直しますねってもったいないなと思って、将来の家族構成とかどういう風に住みたいんですかとか、もうむしろ20年後にはここ家いますみたいな、今をしのげばいいんじゃないですかみたいなのであれば、別にその家っていらないわけなんですね。なので今と将来のことをしっかり見据えて、要件とか要求とかっていうのをしっかり作っていくのが業務設計プロジェクト。わかりやすい。思った？いや本当に思いました。思った？私今家建てるって言ったら多分今の現状で建てちゃいますもん。そう、でもさ、リツキの場合子供3人いるからさ、子供3人もね、女の子じゃん。だったらもういっそ 3LDK のリビングめっちゃ広い方がいいんじゃないとかってあるわけじゃん。勉強部屋だけをさ、なんか2畳ぐらいのスペースにするとかの方がいい、いいんじゃないとかっていうのが業務設計プロジェクトでやってる。なるほど。じゃあその後に、じゃあ間取り図を描くとか、家具を置いた時のシミュレーションをするみたいなのがシステム設計、でうちで言うとセールスソースとかフリーとかマネーフォワードとか、ハブスポットとかマルケットとかっていったツールがこういう風に連携したらこういう風にデータ流れてきますねとか、見栄えこういう風に業務していくといいですよねとかっていうのがシステム設計でやってるところ、でそれでフィックスしたら大体お客さんわがままなんですよ。あれもしたいこれもしたい、こういうレギュラーケースにも対応したいってなると、いやお金どんどん増えるわ、あんたたちの予算ここじゃ無理じゃん、じゃあ3年間のシステム計画作ろうねって言ってシステム開発が始まっていくので、1年目はこの機能、じゃあある程度それが終わったから、じゃあ今回の課題で出てたこれをやるのか、なんか新しい課題が出てたらそっちやるかっていうのを一緒に決めていこうっていうのがシステム開発と、次の保守メンテナンスでやっていくようなイメージなんですね。これが直接的にシステム導入成功率を 100% にするための内容なんですね。でもう一つ最後がシステムを武器に変革し描いた未来に挑戦没頭できる組織変革っていうことで、僕たちがシステム屋じゃないですと、システムを用いてできないをできるようにする組み立て屋っていうことは、お客さんのビジネスとか、ビジネスモデルまで組み立ててあげたいっていう気持ちがすごくあって、システムってすごいその一つの手段にしか過ぎないので、ビジネスのやり方を変えるとか人の採用もどうするとかっていうのも、統合的に相談する相手になりたいっていう意味合いで、経営戦略室的なポジションになりたいっていうのがあって、もちろんまだまだできてないところもあるんだけど、こういうこともやっていってお客さんの事業成長を支える唯一無二のパートナーっていうところをちゃんと、体現していこうかなっていうことで、こういうことをやろうっていうふうに思ってるんですけど、このあたりどうですか？わからないです。難しそうですね。すごく難しいけどお客さんはすごいこれ求めてると思うんだよね。どうですか？具体的に何をするんですかこれは？どうだろうバカーンってまた減ってるでしょ再生数が離脱これも僕たちのせいだねこれね初めやってたんですよ実は。そうですよね。初め実はやってて、僕が2社ぐらいやってたのかな。でもこれをやってても社内のメンバーはやれないなと思ってやめたんですよね。なのでしっかり一番のその直接的にシステム導入成功率を 100% に近づけるっていうところができた後には、こう知名度を上げていって、2番目の間接的にっていうところができるようになって、いろんなメンバーがそのシステム導入成功率 100% に近づけれるようになっていった状態になったら、次は顧問契約みたいな形で一社に対してどっぷりと、しっかりと組織コンサルティングとか実行支援まで、なんか頭を使うところをやっていきたいなって。そうですよね。しかも相手は経営者ですもんね。これやるってなったら、事業部長さんとかだからちゃんと時間取ってもらわないとできないですもんね。経営参謀みたいなイメージって経営者でやっぱ孤独だなってつくづく思います。取締役とか執行役員がいてもやっぱ最後責任取るのは社長なんでね、なので社長に寄り添ってあげれるような僕の経験値でも積みたいなと思ってるし、まだまだなんですけどやっていけたらなって思っているっていうのを、こういうのを含めて研修の中でしっかりと資料を
お見せしながらはい、作ってますけど、これ分かってもらわないと何もできないですもんね。特にみんなが関わるのは01のところですかね、入社メンバーが関わるのは。でも難しいってよく言われますよね。何がフライクが、はい、進め方がなんか変わってるねとか、まあね、ちょっと違うねとか、新しいとか結構言われちゃいますよね。そうなんかな、でも実際のところ。で、まあ家で考えると一般的だなって思いましたけどね、やっぱシステムになると違うんですかね。利益を上げるっていう観点だったらシステム開発やった方が楽だと思う。てかシステム業界というか IT 業界がさ、一次受け二次受け三次受けみたいなところの構造になってるから、否定するわけじゃないけど3次が一番楽だと思う。まあそうですよね。言われてるものを開発すればいいから、お客さんの要件っていうのは一次受けのところがやってくれるだろうし、っていう観点だったら楽なんだけど、そしたらお客さんが使ってるものとか、なんかお客さんの本当の課題みたいなことが分かんないから楽しくないなっていうのがあって、なので僕たちはそういうふうなやり方としてあえてそういうふうなやり方をとってるっていうのをこの研修の中で伝えてます。いいなって思います。この手術成功率 52.8% って言われたらもう1000は上がるよね。確かに。だから医療の人たちって多分めっちゃ研究して失敗しないように全力でやってるのに、これがシステム業界になっただけで、まあ失敗するのは当たり前だよねとかって思ってるベンダーとか IT 系の人たちが、いるからそうなってるのであって、命かけてやってたら多分手術医学と同じぐらいになるのかなって私たまに考える時があって、って考えたらなんか本気でやってほしいですよね、我々含めて。どうしたんですか？めっちゃいいこと言いますね。ですよね。いやこれずっと思ってるんですよ。この 52.8% 思うたびに、なんでこんな低いんだろうって。これがいろんな業種でこんな低い業種あるのかなってなった時に、家建てる成功率 52.8% とかもう最悪じゃないですか、なんでシステムだとこうなるんだろうっていうのは結構考えさせられるっていうか考えてますね、私は。で、だからなんかこういうのを見て珍しい新しいこんな進め方するんだねって思うのはやっぱり世の中一般的なシステムの考え方と違うからだからだなと思ってて、なんかこれを広めていって直接的間接的に広めていって 100% に近い数字になるっていう未来があるとなんか楽しいなって思います。ちょっと話変わるけどさ、これを見た人たちって、どんな気持ちになるんだろうって、僕結構考えるんですけど、やっぱ難しいなで終わっちゃう人が大半だと思うんですね。9割ぐらいだと思ってて、なんか残りの1割の人ってなんか面白いことやってるなのが1割、その中のどれぐらいか分かんないけどさ、やりてえなって思ってほしいんだよね。そうですね。別にフライクに入社するしないは関係なく、やってみてほしい、これ別にフライクの専売特許でもなんともないし、当たり前のやり方なんで、むしろこれね、商標取っても意味がないからさ、進め方に対して、でやりたいなって思った時にどうしたらいいんですか？フライクのやり方真似たいな、でもやり方わかんないなって思ったらどうやればいいんですか？シンボリ先生。カジュアル面談？カジュアル面談？お話しします？もうシンボリさん怖いですってなっちゃうかも。そんなことないですね。でも多分この絵面怖いよね。怖いんじゃないですかね。見た目は YouTube とさ X のアナリティクス見たことある？僕のないです。男性9割だよ。女性人気ゼロみたいな。残りの1割は多分嫁さんと、うちの子供2人とおばあちゃんとか。それはなんかちょっと顔じゃない違う意味合いがあるかもしれないですね。こういう風な研修の内容を結構盛りだくさん用意しておりますので、なんかフライクっていう難しいことやってるけど研修どうなってるんだろうみたいな方はフライクの研修メニューこれからもアップロードしていきますので、ぜひ見ていただけたらなと思ってます。なんかそしてどういう風な研修をしてるかなとか、こういう風な研修してますかとか、こういう風な研修してるんだったらこれ取ってくださいよみたいなコメントもいただけるとね、大変嬉しい。嬉しいですね。なんか一方的になるのがね、ちょっと寂しいじゃん。寂しいですね。いっぱい喋って200再生回数ぐらいしかロングは再生されないし、全員男性っていうね、この寂しさね、ちゃんとコメントしてください。大滝は寂しいんです。ということで、今日のながらフライクは終わりということで、4時ぐらいなのかな。そうですね。この後実は残り2本ながらフライクあるんですけど、6時ぐらいになって撮るんだったらお酒飲めるんですよ。ここ見えますかね？こんなにお酒あるんで、僕はお酒飲めないんですけど、もういいですよ。もういいですよ。
イケメンが登場。あ、ちょっと耳が聞こえ今登場の瞬間。ちょっと無視しときましょう。なかったことにしましょう。まあお酒も飲めるのでね。まああとダーツバーもあったりとか、卓球台もあるのでね。ぜひ遊びに来てください。将来的に僕ピザパーティーしたいんですよね。ずっと言ってるいいけど。ですね。釜作りましょう。違う。ピザ窯から作りましょう。まだピザは早い。釜が先。じゃあ宣言してよ。何再生回数とか YouTube の登録者数がこれぐらいになったら大滝さん10万払って分かりましたピザ窯自分で作りますって宣言してピザ窯撮るところを YouTube でずっと撮ろうよじゃん。ああいいですね。8億回再生回数8億回分かんないグロスが分かんないからこの動画で8億回無理だ作る気ないじゃん。いやでも作りたい。分かった。シンボリリツキの X のアカウントがこれなんですけど1500フォローだったら10万ぐらいだったらピザ窯作れるっけ？作れるんじゃないですか。じゃあ一旦10万のピザ窯作ろう。はい作りましょう。シンボリ機に作ってね。オフィスでは作んないんで。作りますよ。いや、シンボリ機に作りましょう。でここで小麦そそれでは次の動画までお楽しみに。バイバーイ。でそこで小麦うるさいうるさい。